法律登校に並んで受験者に地獄を見せるという。これはガチで沼の波動を感じるのだ。その分沼ること間違いなしなのだ。やっぱり沼の波動を感じるのだ。マジ意味わからん。私が考えた造語よ。今考えたんかい。とんでもないブラック企業なのだ。ブラック企業反対。ダメ絶対。ならばホールインワン狙いなのだ。グリーディーすぎでしょ。不動するなど社畜の極み。そんな悲劇はあってはならぬのだ。社畜は関係ない。今回は問題がないなら作ればよいじゃないシリーズ3作目よ。まだ2作しか作ってないのにシリーズって言ってんのか。ちょっとそれ前回も言ってなかった？ 2 作で来てるんだからシリーズって言っても恥ずかしくないと思うのだけど。冗談ですよ。面白そうだから言ってみただけですよ。ほんとこの子は。このシリーズは何というか学習効率を重視しているせいか比較的沼りやすいのだ。そういう意味では今回は相当沼るわね。何しろ G 検テーマ教の一つである教科学習関連だから。 G 検テーマ教法律登校に並んで受験者に地獄を見せるという。そんなにヤバいんですか。ぶっちゃけ教科学習は意味不明なのだ。以前の動画で教科学習の概要編ってのはやったのだけど、他のディープラーニング系の情報と比べると体系化しづらいという性質はあるわね。なるほど。体系化しづらいから教えにくいし覚えにくいってことですね。でもただでさえ厄介な教科学習の話なのに論文ベースで問題を作るこのシリーズは相性悪そうですけど。というと基本論文で語ってる内容って現状の技術をさらに進めた話だと思うんで、よくわからない教科学習の一歩先の話だと本当に意味不明になりそうってイメージですね。その点に関しては論文の内容じゃなくてイントロダクションの情報だけを見るつもりよ。そういう意味では前回とやり方は変わらないわね。確かに前回はエリプス RCNN の論文をもとに問題作ったけど、エリプス RCNN そのものはそれほど扱ってはいなかったのだ。だったら安心。それでも安心感はゼロなのだ。絶対に沼なのだ。まあ沼でしょうね。これはガチで沼の波動を感じるのだ。今回扱う論文はエキスパート Q ラーニングディープリインフォースメントラーニング with コアースステートバリュー from オフラインエキスパートエグザンプル。日本語に訳すとエキスパート Q 学習オフラインの専門家の例からの荒い状態値を使用した深層強化学習。エキスパート Q ラーニングという名前の深層強化学習のための新しいアルゴリズムを提案してるわね。と言ってもこれそのものは今回は説明しないわ。正直私も詳細はわからなかったし。これのイントロダクションのところで問題を作るんですよね。そうよ。そしてこのイントロダクション教科学習関連の情報が盛りだくさんになってるわ。盛りだくさん。詳しく書いてるってことなのか。そうね。だからこの論文をベースに問題を作ろうと思ったわけなんだけど、その分沼ること間違いなしなのだ。とりあえず先に解説してもらってから問題を解く感じですかね。そうそう。たださっきも言ったように情報が盛りだくさんなんでおそらく3問くらい作れるわね。よって動画もこの論文1本で3本作れちゃうかも。やっぱり沼の波動を感じるのだ。先ほど3問作れると言ったけど、つまりはイントロダクションの内容が大きく3つに分けられるってことが理由ね。その3つは簡単に言うとどういうものなんですか。この3カテゴリーになるわ。教科学習について、深層教科学習について、各深層教科学習の比較。文言だけ見ると一応ステップアップ式で話が進むような印象はありますね。紬よ、油断したらやばいのだ。最初の教科学習についてだけで相当やばいと思った方が良いのだ。教科学習ってそんなにやばいん？そして今回は教科学習についてを解説してその後に出題って流れね。そうやって内容を絞ってもらえるのは助かりますね。まずは論文に書いている内容を列挙するわ。少し覚悟はいるわよ。やっぱ沼る気満々なのか。教科学習について、教科学習は機械学習の研究分野の一つでエージェントに知能を持たせる方法。教科学習は教師あり学習とは異なり報酬関数を用い
ラベル付きデータを必要としない。エージェントは環境の現在の状態観測に関する部分的な情報のみを必要とし、累積報酬を最大化するように行動を選択する。エージェントは過去の経験に基づいて報酬を最大化するか、より高い報酬を得られる可能性のある未訪問の状態を探索するかを選択。探索の量が少ないと最適ではない解が得られ、逆に探索の量が多いと解の収束が遅くなる。強化学習はマルコフ決定過程の意思決定モデルを利用するという点でダイナミックプログラミングと似ている。マルコフ決定過程は 2,3 時間の確率的な状態遷移の意思決定プロセスを記述している。マジ意味わからん。なんかこれって図解とかできないのだ。文字情報が入った先から抜けていく感じが半端ないのだ。それは同感ですね。なんというか、脳が全ての文字情報を拒絶する感じです。まあ、気持ちはわかるわ。では、この順番で説明するわね。強化学習の基本的な構成。エージェントと環境の相互作用。マルコフシリーズ。マルコフシリーズって何なのだ？初めて聞いたのだ。ちなみにマルコフシリーズは、たった今、私が考えた造語よ。今考えたんかい。まずは、強化学習の基本的な構成について。図で書くとこんな感じね。確かに強化学習の勉強するときに見た記憶はあるのだ。アーシは初めて見るからさっぱりですね。ここで言いたいのはシンプルで、強化学習は機械学習の一分野。学習するのはエージェント。行動の最適化を目指す意味では教師あり学習に似ている。しかし、教師あり学習とは異なり、ラベル付きデータではなく、報酬をもとに学習する。ってところね。あと、よく見る機械学習のモデルだと、入力から出力が割と一直線な感じでしたけど、強化学習はループしてるんですね。そうね、その点も強化学習の特徴ね。次は、エージェントと環境の相互作用。さっきと似たような図が出てきたのだ。似てはいますけど、工作と割引率って箱が増えましたね。あと、状態、行動、報酬に番号がついてます。番号は学習する上での1ステップの中での処理の順番を示しているわ。エージェントが環境の状態を見て、それをもとに行動を決める。行動をもとに環境が報酬を返す。って流れってことですね。厳密には報酬は次のステップ扱いになるのだけど、ここら辺は言葉で説明するのは難しいわね。よく見たら、報酬のところだけ、下付き文字が t+1 になってますね。これが次のステップを示してる感じですか？そうよ。エージェントが行動を起こした段階で1ステップ進むから、報酬は次のステップのパラメータってことになるわね。そうすると、報酬をもらうのが最初な気がするのだ。その解釈でも良いのだけど、一番最初に行動する場合は、行動を起こしていないがゆえに報酬がもらえないのよね。なるほど。確かにこれは説明も図解も難しそうですね。だから、下付き文字でなんとか時間軸のズレを表現するしかないって感じなんですね。まあ、順番については私の解釈だとこうなってるというだけなので、それほどこだわらなくても良いかもしれないわね。そして、さっきの図から増えた方策と割引率がわからんのだ。ずんだもんは以前の動画、強化学習対策概要編で方策と割引率の話は聞いてるはずよ。あれ？そうだったかなのだ。図の通りだとは思いますけど、状態と報酬を方策に渡すと行動が決定されるって感じですかね。その通り。方策の詳細は後で説明するマルコフシリーズでするつもりよ。あとは割引率について教えてほしいのだ。ずんだもんには以前の動画で説明したはずなんだけど、割引率は名前のまんまで報酬が割り引かれる。報酬が割り引かれるなんてとんでもないブラック企業なのだ。ブラック企業反対。ダメ絶対。企業の報酬じゃないんだけど、割引率はより未来の報酬ほど価値を減衰させる仕組みね。よく言われる例えが、今すぐもらえる1万円と5年後にもらえる2万円、どっちに価値を感じるかって話があるわね。今すぐ欲しいのだ。すぐよこせなのだ。ずるいよ。あんしも1万円欲しいよ。だから例えって言ったでしょ。まあそういうわけで直近の報酬の方に価値を感じさせる仕組みってことね。今ので割引率についてはむちゃくちゃ実感できましたね。同時に喪失感も半端ないですけど、詐欺なのだ。1万円くれるって言ったのだ。あげるとは言ってないわね。
次はマルコフシリーズについて。勝手に作った造語なのだ。シリーズということは種類とか段階があるってことですかね。教科学習でマルコフと名の付くものが複数出てくるのよね。最終的にはマルコフ決定過程が理解できればよいのだけど、マルコフ決定過程を理解するには、マルコフ性、マルコフ過程、マルコフ報酬過程、マルコフ決定過程の流れを追っていく必要があるわ。なるほど、確かにマルコフシリーズですね。というか、こいつら別物だったのか。マルコフなんちゃらってのがあるってことしか認識できていなかったのだ。まあ、G 検定を受ける人の大半がそんな感じじゃないかしら。いきなりマルコフなんちゃらって単語言われても、マルコフだけ頭に残って、それらが別物って認識できてない人は多いと思うわ。マルコフなんちゃらって表現が連発してなんかくさ。ちなみに、下の方が上を内包してる感じですかね。そうね、内包していると思った方が理解しやすいかもね。とすると、上から順番に解説してもらえれば OK な感じですね。まずはマルコフ性について。マルコフ性はシンプルな話で、次の状態は現在の状態のみに依存し、現在より前の状態、過去の状態には依存しないという性質のこと。よくある例えがサイコロね。以前の動画の教科学習概要編で、そういうこと言ってましたね。直前に1が出たとしても、次に1が出る可能性に影響しないって話。そうそう。そこはずんだもんも覚えてるのだ。次はマルコフ過程。これは状態集合 S と状態遷移確率行列 P というもので表現されるわ。よく言われる例えが天気の変化。こんなイメージね。遷移線に並んでいる数値は遷移確率。右側の行列がそれをまとめた状態遷移確率行列 P。なるほど。晴れ、曇り、雨に状態が変化できるけど、変化するのに確率があるってことですね。あと、マルコフ性も内包しているとなると、直前の状態は無関係ってことになるんですかね。その通り。まあ、実際の天気の場合は直前の状態の影響はあるとは思うけど、マルコフ過程の説明としては直前の状態は無関係って解釈すべきね。そして次はマルコフ報酬過程。これはマルコフ過程に報酬と割引率を加えたものね。ここで報酬と割引率の話がつながるわけですね。マルコフ報酬過程とか全然聞いたことないのだ。まあ大体マルコフ決定過程の中で説明されるものだから、マルコフ報酬過程というものが存在していること自体あまり知られていないかもね。状態遷移図の例を書くとこんなイメージね。電源を入れてボタンを押すと餌が出てくる装置があるとして、猿のような動物がどう学習するかをイメージすると良いかもね。最終的には餌が出てくるのがゴールで、そこに至るには電源ボタンを押す、餌ボタンを押すの2つの状態を経由しないといけなくて、それも余計な操作をせずに学習していくイメージですね。餌をもらえて初めて報酬を得ることになるから、余計な操作をすると割引率の都合で最終的な報酬は少なくなるってのもわかりますね。例えば、餌、電源、電源、電源、餌の順番で押しても餌は得られますけど、電源、餌だけを押す方が最適で、割引率を 0.9 とすると前者の報酬は 0.59、後者の報酬は 0.81。よって、後者の方がより報酬が高い。ならば、餌ボタンを連打なのだ。最初に電源ボタンを押すのを学習してない。最後はマルコフ決定過程。これは先ほどのマルコフ報酬過程に行動を追加したものよ。行動を追加されることで、さっきの教科学習で必要な情報が揃った感じなのだ。まず、同じように状態遷移図を書くとこのイメージよ。今回はかなり複雑だけど、ゴルフをイメージしたわ。行動の選択肢にドライバー、アイアン、パターとあるけど、どれを選択するかで遷移先の確率が異なるんですね。とりあえずドライバーでホールインワン狙うのだ。それだと成功確率 5% しかなくて、45% の確率で OB っぽいですね。アイアン使って高確率でグリーンに乗せてからのパターの方が良さそう。フェアウェイに落ちても、そこからのチップイン狙いも残りますし。その行動を選ぶルールが方策ね。ここで方策につながるのだな。方策に関しては以下が有名ね。グリーディー方策。最も報酬が高いと思われる選択肢を選ぶ。ちなみに、グリーディーは貪欲という意味。イプシロングリーディー方策。基本、
グリーディ方策だが、確率イプシロンだけランダムに行動。UCB 方策。選択回数の少ない行動を積極的に選ぶ、探索を行うが、ステップが進むと最適行動を行う。この3つだとグリーディ方策が一番シンプルかつ最適に見えるんですけど、なんで他の方策もあるんですかね。状態が今回のようにシンプルな場合はグリーディ方策一択で良いのだけど、以後のように対戦相手がいて状態が複雑になる場合、今見えてる最適解以外の先に本当の最適解があることも予想される。そこを見つけ出すための仕掛けね。なるほど。目の前の後方集だけに飛びついて本当の後方集を見逃すのを回避するためのものなんですね。ならばホールインワン狙いなのだ。グリーディーすぎでしょ。というわけで出題フェーズよ。今回は難しそうだな。とりあえず勘だけで答えるのだ。ちゃんと考えてから答えなさいよ。問題。A は機械学習の研究分野の一つで、エージェントに知能を持たせる方法を研究している。A は B とは異なり、シーカンスを用い、ラベル付きデータを必要としない。エージェントは環境の現在の状態観測に関する部分的な情報のみを必要とし、リーするように行動を選択する。とはいえ、最適解を見つけることは常に可能ではなく、A アルゴリズムは利用と探索の量のバランスを求めている。すなわち、エージェントは過去の経験に基づいて C を最大化するか、より高い C を得られる可能性のある未訪問の状態を探索するかを選択する。探索の量が少ないと最適ではない解が得られ、逆に探索の量が多いと解の収束が遅くなる。A は E の意思決定モデルを利用するという点で、ダイナミックプログラミングと似ている。E は離散時間の確率的な状態遷移の意思決定プロセスを記述する。選択肢は以下。教師あり学習、教師なし学習、強化学習、マージン、誤差、報酬、マージンを最大化、累積報酬を最大化、マルコフ正、マルコフ過程、マルコフ決定過程。ちなみに今回は選択肢の中で使われないものも含まれてるわ。なぬ、何余計なことしてるのだ。難易度が無駄に上がるのだ。これは消去法つぶしと言ってもある程度絞れそうには見えるけど、まずは A について。機械学習の研究分野。わかったのだ。教師あり学習。不正解。まあ、エージェントに知能を持たせる方法ってあるし、今回のメインの話でもあった強化学習ですね。正解。そういえば今回は強化学習会だったのだ。次は B について。強化学習は何かと異なり、何なのだ。流れ的に教師あり学習か教師なし学習の2択。ラベル付きデータを必要としないとあって、これは教師なし学習。そして教師なし学習と異なる側は教師あり学習。消去法で教師あり学習ですね。正解。また消去法の暴力が始まるのか。消去法の暴力って何？次は C について。C は3箇所で使われてるのだ。ポイントは関数、最大化、より高い。雰囲気的には誤差関数とかそういうのが入りそうだけど、今回は強化学習メインの動画。消去法で報酬ですね。正解。また消去法でぶん殴られたのだ。なんでアーシが罪悪感を感じないといけないの？紬、大変ね。次は D について。先手必勝、教師あり学習。不正解。わからん。そういえば今回って強化学習メインですよね。強化学習って行動するには状態とあともう一つ必要だった気がするんですよね。何だったかな？わからないな。確かそれをトータルで考えて最大にするような。それもお答え。行動するには状態と報酬が必要。報酬なしで行動するなど社畜の極み。そんな悲劇はあってはならぬのだ。社畜は関係ない。よって答えは累積報酬を最大化。正解よ。最後は E について。これはマルコフなんとかが入るはず。先手必勝、マルコフ過程。不正解。惜しいわね。状態遷移するってことはマルコフ正は除外な気がするな。意思決定ってつまりは行動につながるってことだから、マルコフ過程
マルコフ報酬加点も違う気がするな。なんだろう。何が正しいんだろう。これはもう答えを特定してるわね。なぬ、つまりマルコフ制、マルコフ課程、マルコフ報酬課程以外。答えは消去法でマルコフ決定過程なのだ。その消去法は紬がやったんだけどね。正解よ。紬が3問正解で、ずんだもんが2問正解。でも最終問題は10点だから、ずんだもんが12点で圧倒的勝利なのだ。小物。さて、今回は教科学習関連の論文とそれを元にした問題をやったわけだけど、どうだった？なんというか、雰囲気だけはなんとなく分かってきた気がするのだ。あーしも似たような感想ですね。具体的に教科学習のモデルを作れと言われると無理なんですけど、まあ G 検定としてはモデルを作るとこまでの話は出てこないから、教科学習がどういうものかを把握するってあたりで十分なんじゃないかしら。それは他のジャンルでも同じことは言えるのだけど、問題集を解いてる感じだと、性質を知ってどこで使えそうかを把握しておけば OK って感じはするのだ。でも問題集がそうだからといって G 検定本番がそうとも限らないような。紬の疑問ももっともだけど、 G 検定の目的やシラバスからするとその可能性は排除しても良さそうね。なるほど、大丈夫そうな根拠もあるってことですね。これで G 検定の教科学習はへっちゃらなのだ。まだ深層教科学習はやってないから、その部分が疑問ね。まあ深層教科学習はこの論文でも語ってる内容だから、次回マスターすれば OK よ。沼の波動を感じるのだ。以上で本動画は終了です。論文ベースとはいえ教科学習の基本的な部分はある程度語れたと思います。特にマルコフシリーズは引っ掛けに使いやすい問問なので、しっかり差を把握しておくことをお勧めします。まだ本論文をベースにした深層教科学習の動画も作る予定なので、興味ある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。餌ボタン連打で累積報酬を最大化させたいグリーディーな人は高評価ボタンを押すのだ。その前に電源ボタンを押しなさいよ。報酬なしで行動させるブラック企業を撲滅したい方もチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしますね。もう何でもありになってきたわね。それではご視聴ありがとうございました。ブラック企業ダメ絶対。